こんにちは、さちこです。今日は私が作っている100回着る服をご紹介します。以前から予告はしていたんですけれども、なかなか作業がはかどらず、ずるずると日がずれてしまったので、今回は第1弾としてとりあえずできた3型ご紹介しようと思います。この服のシリーズには100回着る服という名前を付けました。でこれもうその名の通りなんですけれども、100回着てほしいという思いを込めてその名前にしてあります。エシカルファッションの話とか私時々動画にしているんですけれども、材料、素材が何か成分解するのかとか、そういうことってとても大事だなとは思うんですけれども、たとえいい素材で作ったとしてもたくさん着ないとそれは全くエシカルでもないしサステナブルでもないっていうことになってしまいます。なので服に限らずなんですけれども、特に服っていうのはちょっと浮気心が働きやすいというのもあって、とにかく自分が持っているものをたくさん使う、たくさん着るっていうことが一番エシカルかなというふうに思っています。100回着る服には全てタグがついているんですけれども、内側にタグがついているので、1回着るごとにこの結び目を1粒ちょっと引っ張って切ります。私はこのスカートをこれで10回着たことになります。ここから矢印があるところからスタートしてジグザグに進んで最後100回を目指しています。このタグをつけることによって服を手に取っていただいた方がまだまだ着るっていう思いを高めていただけたらいいなと思っています。もちろん生地自体はもっと強いので100回どころか多分200回300回と着ようと思えば着られると思います。でもとりあえずその100回をクリアするというのを目標に着ていただけたらすごく嬉しいです。というわけで今日はその出来上がった3型しかないんですけれども、それぞれ色違いがあって結構なバリエーションの数になっています。それを、私が着てみてどんな感じに見えるかっていうのをご紹介していこうと思います。リネンの不白の T シャツです。普通 T シャツってニット生地、伸びる生地で作られることが多いと思うんですが、この T シャツは伸びない布地、不白の T シャツになっています。なので形は T シャツなんですけれども、生地の感じがすごく綺麗なので、ちょっと普通の T シャツよりは綺麗めな雰囲気が出るかなと思います。今回この形はユニセックスで男性でも女性でも着れる結構ギリギリのサイズを探りながら作りました。なので、女性が着るとこんな感じ、タポッとした感じになります。男性が着ても身幅は割とゆったりなんですが、肩幅とかも窮屈な感じはなく着ていただけると思います。そしてこの襟ぐりなんですけれども、ここも男性が着ても女性が着てもいい感じに収まるところをちょっと探りました。でこの生地、伸びない方の生地のラインが62センチぐるっと一周あるので、ここがズボッとかぶる時に62センチが入るかというのは確認していただく必要があるかなと思います。で62センチでここを作ってしまうと結構男性が着るにはちょっと空いてる感じがあって好みが分かれるかなっていうぐらい開くんですが、そこにこの伸びる生地をつけているので襟ぐりの開き、結果そんなに大きい感じではないです。ただ私普通に売ってる T シャツのこのもっと詰まってるライン、あれが個人的にちょっと苦手なので、それよりは少し首周りゆったりした感じに開けています。
ャツと同じリネンの生地なんですが、全く形の違うとても女性らしいブラウスです。こちらは身幅は T シャツより少しコンパクトなんですが、それでも結構ゆったりしています。で T シャツは裾がズドンとまっすぐなんですが、こちらはほんのりなんですが裾が絞ってあります。なので外に出してもなんていうかダボダボした感じがしにくいんじゃないかなと、それを狙っています。でこれの特徴は何といってもこのフリルです。この部分にぐるっと一周スモッキング刺繍というのがしてあります。このギャザーがクシュクシュっと寄っているんですが、その山のところに刺繍を入れていくような技法です。首元これくらいの感じで開いています。すっきりとしているんですけれども、詰まりすぎずかといってこう前傾した時にこの辺が気になるような大きさでも開いていないので、1枚でも着やすいかなというふうに思います。あとこれはこのままではズボッとかぶれないので、後ろに空きを作っています。二の腕を出すのが嫌っていう人結構いると思うんですけれども、これは安心の肘丈です。で肘まであるんですけれども、結構ふさふさ余裕がガバッとあるので風通しはいいかなと思います。ウエストの部分がシャーリングになっているスカートです。ギャザースカートなんですけれども、この部分がシャーリングでこう押さえられているので、ここにボリュームがボワッと出にくくなっています。なので私のようにお尻の大きさをちょっと強調したくないなっていう方にはもってこいのスカートなんじゃないかなと思います。この部分のゴムがとても柔らかいです。もう本当にフリーサイズという感じですごくよく伸びるので、これ妊婦さんとかでも着れるんじゃないかなって今思いました。でこの部分だいたいこれぐらい8センチぐらいの幅でシャーリングが入っているんですが、この上のラインを自分のウエストに合わせて、自然な感じでスカートの長さを出して着てもいいし、この下のラインぐらいをウエストに持ってきて、でトップスをインすると結構ハイウエストで、これ私見た目可愛くて結構お気に入りの着方です。ギャザーはそれほどたっぷり入っているわけではないので、割とすっきりと着やすいと思います。そして生地なんですが、1枚だとちょっと透けるかなという感じがありますので、これぐらいの膝ちょっと上ぐらいのところまで裏地がついています。裏地をスカートの裾まで入れなかったのは理由がありまして、このコットンインド綿なんですけれども、とても薄くてそれが気持ちいいんですね。すごく軽やかに動く感じが涼しげで夏にもってこいだなって思ったんですけれども、裏地を裾まで二重にしてしまうと全体的にちょっと重い感じになってしまったので、
裏地は膝上ぐらいまでしかないです。こんな感じにこんな感じになっています。途中からあるんですが、で裏地もコットン 100% のインド綿の裏地にしました。化繊の方が滑りがいいので化繊かなって一瞬思ったんですけれども、やっぱり私が作る服ならやっぱり天然素材がいいなと思ってコットンの薄い生地です。コットンといってもすごくツルツルしていてツヤがあってすごく綺麗な生地です。ただやっぱり冬タイツを履いた時にはそこまで滑りが良くないかもしれないので、さらにペチコートを重ねる必要があるかもしれないです。今回1点を除いて他は全部インドのブロックプリントという技法で作られたテキスタイルを使用しています。木版画を布の上にペタペタ一つ一つ押していく技法なんですが、そのため注意していただかないといけないことがあります。これなんかすごく分かりやすいんですが、ストライプの模様になっているんですが、わかるでしょうか。ちょっとハンコとハンコの間にこうずれたような部分があります。これはもうブロックプリントという技法を使っている限り必ず出るものなので、これに限らずお花柄であってもこういう線は見えています。あと一つ一つハンコを押していくわけなので、にじんでいるとか霞んでいるとか、それからインクがピシャッと飛んだような跡がところどころあります。もうこれは一着のスカートに何箇所かはほぼほぼ入っていると思っていただいた方がいいと思います。普通私たちが目にするプリントの生地と比べると、あらおやおやっていうところがたくさんあって、これは B 品なのかな、欠陥商品なのかなって思われるかもしれないんですが、これはこの技法の特徴としてむしろそういう箇所を見つけたら慈しんでいただけたらと思います。あともう一つ、ものすごく色落ちします。なので様子が分かるまで、もうあんまり色出なくなったなっていうくらいまでは手洗いをするか、色物でまとめて、例えばデニムを洗う日とかに一緒に洗ったりしていただかないといけないと思います。多分こんな白いものと一緒に洗ったら一気に染まってしまうと思います。で同じことなんですけれども、雨とかが降って濡れたりしてこういう白いものと擦れると、それによって色が移ったりもするので、その辺も特に最初の方気をつけていただいた方がいいかなと思います。シャーリングのスカートの中で1点だけブロックプリントじゃないものがありまして、それがこちら、有名なリバティの生地なんですけれども、リバティってタナローン綿が有名だと思います。ツヤツヤのきめの細かいコットンの生地がよくあるんですけれども、こちらはリネンです。リネンのものも時々見かけるんですが、やっぱりコットンに比べるとかなり数は少ないかなと思います。これも全部柄が入っているんですが、すごく色合いがシックなので、無地と合わせて着ていただくととっても素敵な大人の雰囲気になると思います。いかがでしたでしょうか。着用イメージがうまく伝わってるといいなと思うんですが、どれも結構首の空きとか身幅とかサンプルを作りながらちょこちょこ型紙を修正して作った愛しの我が子たちです。
手に取っていただけたら嬉しいですし、服買う予定が今ないなっていう方でもオンラインストアの方でどんなものを私が作ったのか、どういう思いで作ったのかっていうのも文章とか読んでいただけるだけでもとても嬉しいです。販売サイトについては概要欄にリンクを載せておきます。5月28日の20時夜8時にアップできるように準備をしていますので、ぜひその時間になったら覗きに来てください。今日の着用動画を見ての感想をコメント欄に残していただけるととても嬉しいです。どんな風に受け止められたのかなっていうのも気になりますし、もしかしたら今後ちょっとカスタマイズしていく時の参考になるかもしれないので、ぜひ書いていってください。そして今回間に合わなかったものを第2弾また発表したいと思いますので、いつになるかちょっとまだ未定ですが、近づいてきたらまた予告しようと思います。そちらもその時見ていただけたら嬉しいです。というわけで今日はこの辺で、最後まで見ていただいてありがとうございました。